ギリシャ神話と東洋の神話にはどこか似たところがあるのはなぜでしょうか。ギリシャ文化と東南アジアをつなぐ失われた鍵は太古の地中海、海洋文明にありました。今回はプラトンのアトランティス伝承に登場する海の神様ポセイドンとスンダランドが水没した後に残る東南アジアの神話、この2つがミノタウロスのミノア文明でつながるというお話です。スンダランドは海面上昇によって1万2000年前から7000年前頃までに現在のような東南アジアの島々になったと言われていますが、その島々の一つジャワ島にはこんな古い伝承が残っています。世界がまだ形を持たなかった頃、揺れて安定しない島がありました。最高神は天界の神々に命じて一つの山を巨大な亀の上に乗せて蛇を巻きつかせてくくりつけ、その島へと運ばせました。島の中心に下ろされると山が大地を固定する錨となり、人の住める安定した島となりました。運ばれた山の名前はマハメル山、偉大な山という意味で神々の住むところ。ジャワ島で一番高い山、スメル山の名前はたびたび大爆発を起こしていることでニュースで耳にしたことがあるかもしれません。この物語は16世紀頃に書かれたものですが、内容自体はジャワ島に古くから伝わる伝承です。ジャワ島のあるジャワ海の海底もかつては陸地として隣の島とつながっていました。それで世界がまだ形を持たなかった頃とか安定しない島といった表現は実際の不安で恐ろしい体験の記憶が映し出された伝承、つまりスンダランドが水没した時代にまで遡る非常に古い記憶であると考えられるのです。この神話では最高神の名前をバタラグル天上界のことをカヒアンと言います。カヒアン信仰はイスラムやヒンドゥー、仏教よりもずっと古い前から存在する最も古い信仰としてインドネシア各地に残っています。神聖な高い山の上に神々の住む世界がある。マハメル山はギリシャ神話でいうとオリンポス山に相当します。プラトンの記述アトランティスがスンダランドのことだったとするのなら、ポセイドンに相当するのがバタラグルということになります。でもギリシャ神話の最高神はゼウスですよね。アトランティスの伝承に登場するギリシャ神話の神様は私たちの知っているギリシャ神話のストーリーとは違った意味合いを持っています。ギリシャ神話の成立の歴史を紐解いていくと、最高神はゼウスではなくてポセイドンだった時代があるのです。ギリシャ神話の成立は紀元前2000年以降、ギリシャ半島に移動してきた牧畜系、戦士系のインド・ヨーロッパ語族であるギリシャ人が、当地地中海のクレタ島を中心として栄えていたミノア文明の神々や信仰を自分たちの神様と融合させることで生まれた征服の産物、ミケーネ文化が元になっています。ミケーネ時代に成立した神話の一つ、ミノタウルス神話から見ていきましょう。ミノス王の妻が産んだ白いお牛の子、牛の頭を持ち人を食べる恐ろしい怪物、ミノタウロスがアテネの英雄に退治されるというお話です。ミノス王というのはミノア文明、つまりクノッソス宮殿のあったクレタ島の王様を象徴する名前です。この神話が書かれたのはミノア文明がミケーネによって征服された後の話です。ミノア文明ではお牛は神聖な生き物、自然の力、豊穣の大地や海と王権の象徴でした。神聖な存在とされてきたお牛と王様の妻が交わり、ミノタウルスという怪物を生んでしまう。こんな屈辱的な物語が作られた目的は、ミノタウロスを退治する英雄テセウスのアテネの王様としての権威を強調することだったと言います。そしてアテネの命大工ダイタロスに作らせたという、一度入ったら誰も出てこれないというあの迷宮ラビリンスというのも完全な作り話でした。部屋数だけでも1000以上、通路が曲がりくねって迷宮のような構造のクノッソス宮殿のイメージから生まれた誇張と創造の産物でした。クノッソス宮殿を作ったのはミノアの官僚と職人集団。でも人間技と思えない優雅構造物を見ると、自分たちの文明じゃなくてもこれはダイタロスの作ったものだと言いたくなるのはギリシャ人の習慣だったようです。
クノッソス宮殿はただ複雑で巨大な見せかけだけのものではありませんでした。穀物、オリーブ油、ワインの貯蔵、さらに織物や染色、壺や陶器、金属加工のための工房といった機能に、宗教儀礼の施設と行政機能までが一体化された複合施設だったと考えられています。クレタ島にはクノッソスのような宮殿が複数あって、交易のハブとなっていたのです。ところが紀元前1640年頃から度重なる地震で何度も破壊と修復を繰り返し、さらに紀元前1600年頃と推定されるサントリーニ島の火山大噴火、クレタ島ミノア文明の宮殿を中心とした経済は弱体化していき、それからおよそ150年後に島の主要宮殿のほとんどが消失し、その地層から武器や戦闘の痕跡が見つかるようになりました。この頃、クノッソス宮殿はミケーネ人に乗っ取られ、城壁や防衛構造が築かれるようになりました。そしてクノッソス宮殿はその約100年後に大火災によって焼け落ち、歴史の舞台から消えていきました。クレタの経済はギリシャ本土の軍事国家の一部となり、ミノスの海洋商人文化は終わりました。ミノタウルスの話に戻りますが、この悲劇の始まりは白い王子をポセイドンへの犠牲として捧げることを惜しんだミノス王にポセイドンが下した罰だったんです。ポセイドンはもともとはミケーネ人が信仰していた地震の神様で、手に持っている先が3つに分かれた槍は地面に突き刺して地震を起こすためのものだったのだそうです。この神話のあたりからミノアのお牛の海の神としての権威がミケーネの地震の神様ポセイドンに吸収されて、後の世界では海の神様といえばポセイドンということになりました。こんな風に自然崇拝のミノア神話を吸収して自分たちの英雄や王様、権力、戦争の物語と融合させていったのがギリシャ神話の始まりでした。ミケーネの時代はまだミノアから引き継いだ海上交易が経済の担い手だったということもあって、地震、つまり大地と海の神ポセイドンは陸と海の両方を司る最高神として信仰されていました。しかしその後、海洋交易が衰退し、ギリシャ本土内陸の農耕を中心とした都市国家ポリスが力を持つようになると、雷の神ゼウスが最高神として崇められるようになり、ポセイドンの管轄は海だけに限定されるようになります。プラトンがアトランティスについて書いた頃はホメロス神話の後の時代、つまりゼウスがすでに最高神として崇拝されていた時代です。ギリシャ人というのはよその国の建築文化さえ自分たちの神様の名前に置き換えて考えることが普通のことでしたから、エジプトの神話の話を海の神と理解してポセイドンと書き留めたのは自然なことです。でもプラトンの書いたアトランティスの話は9000年も前の話、ギリシャ神話もまだなかったですし、原型があったとしてもポセイドンはまだ海の神様でもなかった頃のお話。さらにミノア文明がなかったらポセイドンは海の神様じゃなかったかもしれません。ミノア文明の起源は紀元前7000年頃にクレタ島へ広がった農耕文化に遡ると言われています。ところが紀元前3000年頃になると島には高度な航海技術と宮殿を中心とした経済システムが突然のように登場し、クレタ島は地中海の交易ネットワークの中心地へと急速に成長しました。エデン・イン・ザ・イーストの著者スティーブン・オッペンハイマー氏はこの急激な発展を地中海世界の内部だけで説明するのは難しいと指摘しています。ミノア文明はインド洋から東南アジアを結ぶ海洋ネットワークの西の端に位置する文化だったのではないかという説が提示されています。その痕跡の一つとしてミノアの宗教文化に東南アジアの伝統と類似した要素が見られる点が挙げられています。次回はミノア文明と東南アジアに共通する一つ重要な共通点である海の女神信仰についても合わせてお話ししたいと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。